敷地がすごい特徴的で30坪ぐらいなんですけど、すごい細長い敷地なんですね。なんかバリに行ったりとかそういうリゾートに行ったりするのが好きだっていうことだったんで、そういった雰囲気をちょっと感じたいなっていうのがあったんで。藤原室事務所の藤原です。室です。林田です。今回は兵庫の岡本にある岡本の家を説明したいと思います。でこの建物はご主人さんは不動産関係の方っていうところですね。だから普通の方はなかなかこういう土地って手出しにくいんですけど、やっぱそういう建築にこうよく知ってるご夫婦だったんで、これ建てれるんちゃうのみたいなところからこう検討し始めたっていうところがありますね。やっぱり特徴的なそのギザギザになった形っていうのは、どうしてギザギザにされたのかなと。これはちょっとこう普通に建物を建てると車線制限っていうのが結構かかるんですよ。前の道路がこう狭いんで、こう通りがあったらこういう車線がこう見えない線があって、それ以上高く建てれないですよっていう規制があるんですよ。でそれをかわすためになんか天空率で特殊な計算をする、それを使うともう少し大きく高く建てれそうかなっていうのがあって、ただそれはなんか天空率をこう見ていくと高低差がいっぱい生まれてきたんで、じゃあそれをこう細かく分割することでそれを避けれないかっていうところからアイデアが始まってて。難しい話ですね、ちょっと言葉だとなかなか、言える言葉だとなかなか要はその高いとぶつかっちゃうから、高さがいける高さをバラバラにしていける高さでこう調整していくことでなんとかこう高さを保たれたっていうちょっと難しい計算なんですけど、そういうちょっと法規上免れようとすることで出来上がった形だっていう。プラン的にはこう壁の後ろに窓が全部ついてあって、こっちに目線がこう広がるようになってるんですよ。で普通にここに窓があってこう通りを見ると隣の家がすごい見えちゃうじゃないですか、近くに。そうじゃなくてこう通りがこう長手方向にこうついていってる方に窓をこう見せると、家の中から見た時に結構目線が遠くまでこう抜けるんですよ。だから家は小さいけど外を見た時にこう目線が抜ける距離が長くなるんで、よりこう広く感じられたりとかするっていうのと、通りの人との距離感も出やすいし覗きにくいので、そういったところを総合してちょっとこういう壁と隙間を作るっていうデザインをしています。でこれって写真で見たらなんかこう家になってるなと思われるんですけど、意外とこの敷地の形すごい変なんで、この住まいを今土地を買う前に想像するのすごい難しいはずなんですよ。出来上がってしまうとあまり分かんないんできてしまうとなんてことはないんですけど、何坪ぐらいになるんですか？敷地は30坪ぐらいなんですけど、無駄な部分が多いんで意外と30坪でもこう実際建てるとこは本当その半分ぐらいなんですよね。敷地の傾斜もあって、ここ埋めてるってことですか？お家建てるときは、そうですよね。基礎を高くして埋めたりしてるんですけど、これを見た時に果たしてここ家建てられたらすごい難しいと思うんですよね。すごい狭く見えるし。そうですね。でもすごい広く見えますね、お家が建つとね。これ買いますかって言われた時に結構躊躇すると思うんですよ。躊躇しますね。でもそれはね、いろいろ知識があるクライアントさんだからそうですね、いけると思って買われたんでしょうね。東側ですかね。あそこの広い場所っていうのは何か使われてるんですか？これはね、一応車を駐車する場所にしてます。2台分ぐらいですか？一応1台くらいですね。これ玄関ね。そうですね、玄関も通りにすぐ面するんじゃなくてちょっと入ったところに玄関があって、で玄関入ると奥に長い廊下があって左右に部屋はあるんですけど、奥に中庭があります。でこの左右の部屋は子供部屋になってて、で奥に寝室とか水回りがあるという構成になってます。さっきのエントランスはだからこのぴょこって出たとこをうまく生かして収納にされてるんですかね。ちょうど通路みたいになって、その両サイドがそうですね、両サイドに靴とか服とか入れるような収納があって、収納は入れると、部屋は暗くなっちゃうんで、デザインとしてはこの下の方に窓があって、ちょっと明かりとかが取れるようになってます。この下にあとはこうドアを開けるとこれはベンチになってたりして、そういったこう
機能的なところも考えて。ここはエントランスからさらにこう進んだ先の左手はトイレで、この右手の空間はどんな何にこれも収納ですか？これ収納ですね。うーん。その収納は結構打ち合わせをして決めていくんで、意外こうデザイン的だから収納ないかなって思われる方多いんですけど、逆にこう綺麗に住むためには収納を打ち合わせちゃんとしとかないと後々結構住みにくくなるんで、そのあたりは結構注意して打ち合わせをしてますね。さらに進んでその3番のルームっていうのはどういった部屋？もう自由に使う感じ？ここは子供部屋ですね。子供部屋。はい。お子さんがお二人。そうですね。2人。結構広いんです。これは結構コンパクトにしてあって、最小限寝れるところと勉強できるところがあればいいよってことだったんで、あとちょっとした服の収納ですね、できるようになってまして、今狭いんでちょっと写真が分かりづらいんですけど、こういうちょっとそれがそこになるんですね。右側にちょっともうちょっと長い部屋があって、こっちが入ったところですね。で天井はちょっと高めになってて、右側はロフトもあるようなスペースになってて。そのはしごはどこに繋がってるんですか？はしごはこの右側にロフトベッドが実はあって、そこを登るためのはしごですね。あとはその廊下の方に戻って、家の真ん中に植栽植えてあるお家見るんですけど、実際こういうのってちゃんと育つのかなってなんか難しいのかな、その日の当たりが一番そうですよね。上しかないので、これ中庭を作ってるんですけど、やっぱりこう周りが角地で人通りが多いので、寝室とか水回りは中庭に面するような形にしたいなっていうのがあったんですよ。でなおかつこう入る時にこう玄関入るとこの植栽が見えて、ここに光が入ってくるっていうイメージがあって、だから意外とこう中庭があることでこうプライバシーを守れたりとか、中に入ってもより開放的になったりっていうのは考えてます。で植栽に関しては、こういった坪庭作ることは結構事務所としては結構多いので経験はあって、ここで育てれるような植栽っていうのは結構樹種が限られてくるんで、そうですよね。あらかじめ造園の方と現場入る、前からとか打ち合わせしてどんなものを植えるかとか、そういうのをこう決めて。じゃあそういうのを相談できるんですよ。その植栽がその家の真ん中に欲しい場合は。そうですね。なんか結構お手入れ大変なのかな、欲しいけどお手入れ大変なのかなと思って。全くゼロではないんですけど、一応そういったところも植栽の方に伝えて相談ができる。相談しながら現実的な範囲でこうやっていくっていうのが多いですね。お風呂とかからも中庭見えたりするんですかね。そうですね。結構見えますね。ちょっとその写真は狭すぎて撮れなかったんですけど、こうなんか開放感あるのかなってこう実際入ってみたら、そこがね窓になってます。これは開けれる大きな窓になってて、出ようと思ったら出れるぐらいの大きな引き戸になってます。階段上がる時にもちょっと見えたりっていうので、これがちょっとなんですけど、ある都内では全然違いますね。環境とか、空間の雰囲気は全然変わりますね。で上に上がる2階の方行きましょうかね。これが2階ですね。で2階は、全体的なデザインの方向性としては意外とこう街全体が高台というか傾斜地なんで、2階に上がると意外とこの景色がいいところがあるんですね。この角の方が上がると割と開放的な雰囲気の部分をちょっとこう狙ってこう窓を、であとは上に上がるとデッキスペースがあったりして、ちょっと外で食事したりとか子どもさんが遊んだりするスペースを作りたいというところで、1階に比べたら開放的な雰囲気にしたいなっていうのがありました。なんかバリに行ったりとかそういうリゾートに行ったりするのが好きだっていうことだったんで、そういった雰囲気を感じたいなっていうのがあったんで、そういったテイストをなんかちょこちょこ置かれてますもんね、東南アジアみたいな。そうなんですよ。こういうやつとかね、置いてるものとか旅行に行った時に買ったものみたいなのがあるってことだったんで、そういったものが似合うような雰囲気にしようかなっていうので、その雰囲気に合わせてそのテレビの後ろの壁の素材もなんか選ばれたんですか？そうですね。これは石をちょっとこう
殴り加工的にちょっとこう独特のテイストの石なんですけど、まあ、こういったものも。ちなみに何の石とかあるんですか？これは大理石だと思うんですけど、やっぱ大理石お家に取り入れたいっていうのはあるんですけど、やっぱこういうのって結構高いんですか？ちょっと高いですね。まあ今回でもまあよく言えば全部いい素材を使いたいなっていうのがあったんですけど、まあ予算の加減でこのテレビの後ろのこの部分だけ限定して使うようにしてます。でここは一番こう生活している中で一番こう目に行きやすいので、というのもあって壁ではなくてこう家の中心にこう石張りの場所を作っている、まあ、そういったデザインにしてますね。さっきちょっと室が話しましたけど、外観と内観のデザインがこう一致する部分としてこう壁が出てきてこうずれてるようなデザインになってて、こう外と中がつながってるような壁があったりとか、なんかずれてて光がこう入ってくるようなところがあったりとかっていう。上少し隙間があるんですかね。天井と壁の間。2階に多分2階にこうちょっとデッキスペースが、そこからもあって、そこからも光が入る。そうですね。ここだったら外から中が見られないんで、この部屋以外には家が2階建ての家が建ってるんで、そこから見られないとか、まあ、ここで多少喋っても外に音が聞こえないようにってことで。結構日中でも明かりつけなくていいぐらい、結構部屋の中さっきの部分とかは明るかったりするんですかね。なんかね、さっきのそうです。そうですね。結構入ってくるんですね。結構明るいですよ。日中も。まあそこら光の加減も人によってこう好き嫌いどれぐらい明るいかっていうのは好みがあるんで、まあそういったところを聞きながらどれぐらい光を入れようかなみたいなのは考えたり設計はしてます。あとは2階の奥に和室があって、奥さんのご両親とか来た時に泊まれる部屋が欲しいというところだったんで、こう小さいですけど和室を作ってたりとか、口なしの畳にしてあってそんな感じですね。他に何か質問とかありますか？全部聞きました。ありがとうございます。こういったこうデザインとかの紹介を引き続きやっていきたいと思ってますので、またよかったら高評価、あとチャンネル登録お願いします。